皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。風が吹いてる。なんと台風来てるらしいです。でも大したことはなさそうですが、先日ですね、新婚のカニめちゃくちゃ湧いてましたね。10月最初の土日が毎年頼島の祭りなんですけど、今年は間に合いそうですね。もう過去6、7年間に合ってないと思うんですけど、今年はなんともしかしたら間に合うかもしれません。それとですね、今年はサンショウウニが全くいません。このように全く取ってなくてもおらん年は全くいません。でその代わりですね、水温が30度を超えてからオカメちゃんが出てきました。それもサンショウウニが湧いてたところに、今までオカメちゃんなんか見たことがないところにオカメちゃんが湧いてます。彼らも海底でこう縄張り争いみたいなしてるんでしょうね。サンショウウニがいなくなってからオカメちゃんがダーッとそこへ行ったんでしょうね。そうとしか思えないですけど、とにかく今まで23年間そこでオカメちゃんを見たことがありません。初めてです。今日もオカメちゃんとの戦いになると思いますけど、できるだけね、もうワイヤー出さないように、ワイヤー短めにやって、あんまりオカメちゃんをすくわないように。たくさんすくうとですが、先日も上がらなくなって網切ったんですよね。そういうことになりますので、あまりすくわないように軽めに操業して頑張っていきたいと思います。頼島、この辺をカマン口って言うんですけど、今日もカマン口抜けて漕ぎながら漁場に向かいたいと思います。ちょっとまだ15分しか漕いでないんですけど、船が進まなくなったので巻いてみます。クラゲかもしれません。うわ、ただ泥か。あ、でもクラゲですね。多分もうあれは抜かんといけんかも。ちょっともうどう見てもダメそうなんで。でもクラゲじゃないんかな。あ、でも違うかな。引っ張ってね、袋の紐を抜きたいと思いますけど、引っ張れない。クラゲじゃないな、これ。なんじゃろ。なるほど。日が暮れる前からオカメちゃん。ああ、切らんといけんな、またこれ。先日も切ったばっかりなんですけど、網を。これはもう上がりませんので、切るしかない。上がった。こうやって無理やり上げるとね、この櫓が壊れるんですよね。櫓が小川をね無理やり上げて櫓をへし曲げた人もいます。ああ、それは何も入ってないですかね。こんな、これがすごい。これもすごいな。すごいな、完全体の小筒貝。これは珍しい。なかなか見ませんね。割れてないのが珍しいんですよね。無理はなさそうですね。よいしょ。気を取り直して頑張りましょう。この辺にオカメちゃん湧いたことなかったんですけどね、オカメちゃん少ないとこ探しに行きたいと思います。車エビ今日少なめですね。あ、黒エビ、セイマキの子供も出てきましたね。おったおった。もう中にはこの大きさのやつがねえ、今のなんかはもう完全に頼島の祭りに間に合いますね。この網は3、40ぐらいいるんじゃないでしょうか。シャーシャーガニ。あとはゲタでした。チノ今日いないですね。でかい。
これなんか食べ応えあるでしょうね。美味しいに違いありません。竹貝、すだれ貝、味はほぼ一緒です。こんなとこ動画見たことないです。初めて。まあまた入るね時間帯も来るんじゃないかとは思いますけど、ちょっとしばらく辛抱が必要のようですね。ただ寄ればやっぱいろいろ出てはきます。シロードって呼んでます。最近これにも悩まされてます。すごい網がべちゃべちゃになるし、もう顔に当たってかゆいですね。車エビの成長の速さがすごい。前回の動画のもう 1.2 倍から 1.5 倍ぐらいになってるんじゃないでしょうか。もう全部大きいですね。イイダコの成長の速さもすごい。なんか車エビより黒エビの方が多いですね今日。こんなとこ黒エビあんまり湧いたことないんですけどね。わあ、これなんかもう本当大きい。車エビはこれだけでした。うわ、珍しいもんが美味しいんですよね。それ今日は車エビとゲタの日のようですね。これうまいんですよね。三島おかぜ2種類いるんですよね。これ多分三島おかぜの方じゃないですかね。薩摩三島っていうのもいるんですよね。確か薩摩三島だったと思うんですけど、フグとねおこぜの本当アイノコのような身ですね。めちゃくちゃうまいんですよこれ。これ食べましょう。だんだんなんか当たる車エビの量が増えてきたような気が。4あちら側にここコブダイいるんすね。ぶよぶよ。まあ自分の道具に入らないだけなんでしょうね。っていうのは今日は少ないですね。まあちょっと潮返しまで様子を見ですね。なんでしょうかこれ。大鳥貝とは違いますよね。ミル貝でもなんかミルクイでもなさそうな気が。初めて見るような気がしますけど、珍しいもんが似たようなんかたくさんいるんでちょっと区別つかないですけど、おそらく鏡貝でしょう。今年ね多い。ほんとレア中のレアだったんですけど1日 2,3 個見てますね。また移動すれば海水温31度あるんですよね。そうなった途端にオカメちゃんが酸欠になってね出てきてるんですよね。苦しくてすっごいガサいっすね。
もう湧いてるんでね、下が海水温高いんで、この下の泥がもう柔らかくなってるんですよね。逆に海水温低くなると下が硬くなって締まってきます。もう綱絞ってもすごいガサですね。今日魚の死体もすごいですね。魚の死体なんかも入らないですよね、普通。ああ、大きいな、浮いてるな。車エビは5本でした。まだ出てくると思うんですけど、夜中になればなる、あ、おった。夜中になればなるだけ風が生ぬるくなってきましたね。台風が近づいてきてるんでしょうね、これ。あ、これ今死んどるやつかな。あ、今やな。食べれそうですね。やったー、超激レアじゃないですか、黒メバル。23年間で初めて取りました。スーパーおかず、嬉しすぎる。食べれるんかな。死んでるやつが当たってる可能性も、まあなんとか食べれそうです。またおりました、鏡貝。明らかに湧いとる。チヌは入りませんね。ああ、やわら。やっぱりね、3番号離したんで。まだね、最後までやってないんでわからないですけど、これはチヌはちょっと本当に今日の塩はね、そんな悪い塩じゃないんですけど、何かを嫌ってるんでしょうね、チヌが。またいましたね。大鳥貝ではない。あとこれ初めて見ました。もう最近はなんか初めて見る貝だらけ。ドエビがすごい。異常なほどに魚の死体が入るんで、これ高水温でやられてるんですね。何年か前にいっぺんゲタとか全滅したことあるんですけど、それに近いもんがあるので、何年か前の高水温はもう貝も全部抜けてきて、平木貝とか全滅しましたけどね。名古屋フグも潮目に沿って流れて死んでね、何千匹って死んでましたけど、それに近いものを感じるな。なんかこれは大鳥貝かな。ちょっと縁取りが、あと細長い。これも全然見なかったんですけども、なんか今年は珍しくない。結構見ます。まあゲタがまだね、死体が見えないということは、なんとか持ちこたえてるんでしょうね、ゲタは。数年前のようなほどではないらしいですね。ただまあ時間の問題ですね、このままだと。明日の台風に期待するだけですね。ここも思い出した。いや、ヒラメも死んでる。こんなにほんと死体が入ることないんで、これほんとに酸欠でやられてるんでしょうね。うわ、マジか。いや、驚きだな。時間の経過とともにやられてる感を出してる海が。遅れ。これなんかほんと2番号ですよね、どう見ても。これは貝類がやられるんじゃないでしょうか。数年前の降水量の時も西貝とかも全部死にましたからね。しけて酸素を吸入してもらうしかないですね。だんだんオカメちゃんが増えてきてるんで逃げながらやってますけど、
体だらけ。恐ろしい。ヒラメもまた死んだやつ。これは激しい。酸欠です。港の中水温を測った今32度。32度。以前降水温が来て魚とか貝も全滅ぐらい行ったことがあるんですけど、数年前に、その時の水温より高い。大丈夫かな、貝とか。泳げる行動範囲が広いやつは、深いところへ逃げてるっぽいんよ。一箇所ばっかりしようとも分からんけど、あっちこっちうろうろしようとはなんとなく分かるんだけど、ただその深いところへ逃げてるやつも、動いてないけん、動いたらしんどいけん、あんま入らん。そういう逃げれる魚はいいけど、貝とか行動範囲が狭いやつ、23日これが続くと死んじゃう可能性がなきにしもあらず。台風協力で逆らんじゃろうか。不幸中の幸いですが、明日台風っていう、今日か、今日台風が来る。でも普通ならもうこんな台風、大した台風じゃないけん、ほんと下手したら昔の親と大きい行けるぐらいの感じなんだけど、まあでもここを降らんでも、新見とか大山とか蒜山の奥の方が、山奥の方が降ってくれれば、北が降ってくれる。水は出るんだけど、魚の死体が入るよ。入らんよ。スズキの死体とか初めて見た。ヒラメの死体も初めて見たな。今まで見たことないけど、なんと海が持ってくれればいいですけど。皆さん今日もハードワーク大変お疲れ様でした。海がやばい。数年ぶりというか、魚が高水温酸欠で死にまくったのは自分が経験したのは過去に一度だけですが、まさか2回目があるとは思いませんでした。しかも今年は7月8月が去年よりちょっと海水温低かったんで、ここの海まさか9月にこんなことになるとは。ちょっとでも風吹いて、ちょっとでも雨降って、なんとか酸素を海に入れてもらいたいですが、これ式の台風でなんとかなるんでしょうか。グレイン20年です。買いました。20年もの、すごいですね。18年ものはなんとか飲みましたけど、20年超えはポール・ジロー以来。ちなみにポール・ジローはコニャックです。ブランデーめちゃくちゃ美味しいです。おすすめです。でポール・ジローとか18年もん、あとは18年ものウイスキーは1万8000円ぐらいはするんですけど、なんと6000円以下、驚きの価格5800円だったと思います。送料込みでいただいてみたいと思います。香りはちょっとアルコール強いなこれ。でも40度か。もうアルコール臭ですね。それほどいい香りではない。注ぐとちょっとバニラの香り、瓶で香りを嗅いだ時とは違う香りになりました。色はそれほど濃くなく。いただきます。ちょっとスパイシー。いいですね。ただ20年ものということで長期熟成に期待するようなボディ感はさほど感じませんね。ちょっと20年ものということで自分のちょっと期待値が高すぎたのか他の18年もののウイスキーに比べるとやっぱりお値段並みのお味なんですが、安いところだと4000円以下で売ってるとこもあるらしいんで、でも好みの問題なんですけど、前回の1000円のクレイモアの方が値段香りからするとおすすめですかね。バニラの香りとスパイシーな感じが一緒にきて美味しいんですけど、ちょっとやっぱボディ感が足りんかな。コクがないっすね。20年にしてはですけど、これ8年とかって言われたら納得って感じなんですけど、決して美味しくないわけじゃないんですが、自分の期待値がちょっと高すぎたという感じのウイスキーでした。でも美味しいです。本当に三島小瀬お刺身しました。ピンク色ですね、身が。これがね美味しいんですよね。薩摩三島と一度食べ比べてみたいですけど、1年に1匹当たるか当たらないかなんで食べ比べられないですね。ではいただきたいと思います。やっぱり美味しいです。歯ごたえもあるし、本当におこぜと、でもおこぜやな、どっちかというとフグではないな。でもおこぜより甘みが強い。おこぜより好きですね、こっちの方が自分は。かなり美味しいです。で個人的激レア
黒メバル初めてこの食べれるサイズが入りました。ちっちゃいサイズも数えるぐらいしか見たことないですね。ていうかもう1回か2回じゃないかな。で魚市場で他の漁師さんと話したんですけど、他の人たちもね死んだやつがめっちゃ入ったらしいです。これ酸欠で死んだんでしょうね。なのでおそらく自分のもこれ多分死んだやつが入ったと思うんですけど、死んだばっかりだと思います。えら綺麗だったんでまだ赤かったです。食べれると思います。初めて取りました黒メバル。取ったっていうかまあ死んだやつが入った、ちょっと海やばい状態ですけど、もう触った感じで身が大丈夫なのが分かります。いただきます。ですね、やっぱりこれは死んでたやつだと思います。十分食べれますけど、黒メバル買って食べることあるし、いただくこともあるんですけど、もっと食感がいい。ただね、当たって食べれるだけでもラッキーなんで、決してねまずいとかいうわけじゃなくて、臭いこともなく全然美味しいです。これはウイスキーじゃなくて日本酒ですね。いや焼酎か、いや日本酒か。やっぱり今回もご視聴ありがとうございました。これおやつ持ってきた。あいつ食べねえよ。やっと涼しくなったね。